このレンズを一言で表すなら、デイリーユースの望遠レンズです。こんにちは、かきです。カメラの望遠レンズっていうと、長くて大きくて、特にね、焦点距離の大きいものになってくると、野鳥とか動物写真で使われるイメージが多いので、日常的に使う頻度は低いかもしれません。広角のレンズや標準のレンズと比べると、レンズのサイズが大きいし、大きい分重くなるので、日常的に持ち運んだり、カメラバッグの中に入れるのは少し大変かもしれません。大きな望遠レンズを入れるために、カメラバッグの収納が圧迫されてしまったり、重さのためにね、すぐに疲れてしまったりと、デメリットも多いと思います。この 70-200mm-G レンズは、数ある望遠レンズの中では比較的軽量だし、フルサイズ対応ながらサイズもコンパクトなので、大きいものと比べれば日常的に使いやすい望遠レンズと言えます。サイズは径が 80mm、長さが 175mm、レンズフードをつけると 240mm になります。例えばこれを同じ画角の 70-200mm-G マスター2のレンズと比較するとかなりコンパクトです。多分ね、どっかにあるわ。重量は三脚座を除いて 840g で、これも比較すると 200g 以上軽いです。このサイズと重量の違いが普段使う上でどのように影響してくるかは、使っているとよくわかります。大きさは小さい方が楽だし、200g の差は本当に大きいです。本当に大きい。モデルのね、撮影をしたり、三脚をね、使えない状況で半日カメラ持ったりすると、一種のフィットネスになります。そしてこのレンズが日常使いに適している大きな特徴が、レンズのズーム方式がインナーズームを採用していることです。インナーズームというのは、例えばインナーズームではないレンズでは焦点距離を長くするためにズームするとレンズの長さが伸びるんだけれども、インナーズームのレンズは焦点距離を変えてもレンズの長さが変わらないのが特徴です。これはさっきも言った上位機種の G マスターレンズにも採用されています。このインナーズームがなぜ日常使いに適しているかというと、例えばインナーズームではないレンズを伸ばした状態で夢中になってね、カメラを振り回していると、レンズの先をどこかにぶつけてしまうっていうトラブルが発生する可能性があります。標準のズームレンズでもレンズを伸ばすとかなり長いなという印象を受けるし、これが普段使い慣れていない望遠のズームになってくると、レンズの伸びた長さっていうのは体感的に自分が思っている以上にかなり長くなります。普段ね、軽自動車に乗ってその車幅の感覚に慣れていて、いきなりね、車幅の大きい車に乗った時に車幅の感覚がわからなくてどっかにぶつけるっていうのと同じだと思います。レンズを伸ばした状態でレンズの先をぶつけるっていうのはレンズにとってとても大きなダメージになります。ぶつけた強さにもよるんだけれども、レンズの命であるガラスにダメージが入るかもしれないし、何よりレンズの軸がずれて光軸が歪んでしまって正確な描写ができなくなったり、レンズのねズーム自体ができなくなるっていうトラブルがよく発生します。これはレンズの性能が落ちてしまったり、レンズ自体が使い物にならなくなるダメージになり得るし、何よりレンズの値段に比例して精神のダメージも大きくなります。インナーズーム方式のレンズはレンズの長さが変わらないので、こういったトラブルを比較的抑えることができます。まあ、ぶつけるっていうのは全てにおいてダメだけど、もう一つのメリットがレンズの中にホコリや水分を入りづらくしてくれることです。伸びるタイプのレンズでズームを繰り返していると、レンズの中にホコリや水分っていうのが溜まりやすくなっていくし、使用頻度が高くなればなるほどその量も多くなってしまいます。インナーズームであればその面については比較的ホコリや水分の侵入を抑えてくれます。このインナーズームが日常使いに適している理由になります。そもそもの話、望遠レンズを普段日常的に使うのかっていうことなんだけれども、僕はよく使います。風景の写真はもちろんだし、スナップでは標準レンズでは描写できない写真を撮ることもできるし、ポートレートや物撮りでは圧縮効果によって見せたいものをより強調して撮影することができます。広角や標準のレンズではより広い視野で迫力のある写真を撮ることができるんだけれども、写真の中で何か一つ強調させたいような写真を撮るには向いていません。撮りたいものにクローズアップして見せたいものをより具体的に見せることができるので、望遠レンズは広角や標準レンズと同等に使います。
この 70-200mm、F4 はレンズの口径が 72mm、開放の絞りも通しで F4 あって、たくさん光を取り入れることができるので、コンパクトながら描写力もとてもいいです。最短撮影距離はマニュアルフォーカスであれば 1.35 メートルなので、狭い室内でも十分に使うことができるし、オプティカルステディショット、レンズ内手ブレ補正も入っていて、手ブレにも対応することができるし、フォーカスホールドボタンは90度ごと3つ配置されていて、横、縦、どちらにも対応できるようになっているため、非常に多くの機能が備わっていて、通常使うためには全く不自由なく使うことができます。オートフォーカスの速さも遅いということはなく、十分なスピードと精度が出ていて、ストレスはあまり感じません。フォーカスリミッターと流し撮りの機能も設定されていて、それぞれのスイッチも操作性もアクセス性もいいです。三脚座も頑丈なものがついていて、今までに言った機能を含め、日常使いだけではなく、本格的な撮影をすることのできるポテンシャルがあります。そして、このレンズは写真を撮影するだけではありません。動画を撮影する場面においても、この軽さ、コンパクトなサイズっていうのはメリットになります。写真の撮影と比べてカメラを持つ時間が長くなる動画の撮影では、レンズは軽い方が疲れにくいし、サイズはコンパクトな方が取り回しが良くなります。動画の撮影で使用するジンバルにも、この重量とサイズのおかげで載せることが簡単にできます。特に小型のジンバルになると重量制限が厳しくなってくるんだけれども、このレンズであれば一眼のカメラと合わせても 1.5 キロほどの重さにすることができるため、使用できるジンバルの幅は増えると思います。本格的な動画の撮影で必須なフォーカスリングの操作なんだけれども、このレンズはフォーカスリングが大きく動作もスムーズなので操作性はとてもいいです。ズームリングも悪くはないです。ちょっとノイジーかな。前にも紹介したレンズ内手ブレ補正も動画撮影で十分な性能を発揮します。レンズの焦点距離が大きくなればなるほど比例して手ブレの影響も大きくなるんだけれども、この手ブレ補正のおかげでレンズの焦点距離を大きくしても手ブレの影響を少なくしてくれます。レンズの性能で一番気になるのが、このレンズがどのような映像を映してくれるかです。インプレッションとしては、このレンズはこのコンパクトさでありながら必要十分の描写をしてくれると思います。絞りを開放にすると若干キレがなくなる印象はあるんだけれども、少し絞るとかなりシャープな写真を撮ることができます。ボケは滑らかで不自然な感じがするということはありません。発色も良く細部まで色の描写ができているので、カメラの設定を自由に変更しても安心感があります。癖がなくて必要最低限、またそれ以上の描写をしてくれるレンズです。過度な表現がなくて素直に描写をしてくれるので、まさしく日常的に使えるレンズです。レビューをまとめると、この 70-200mm-F4 は普段使いしやすいコンパクトな望遠レンズで、かつ本格的な撮影にも十分に対応できるプロフェッショナル向けのレンズでもあります。バランスの取れたオールラウンダーと言ってもいいです。もちろん上位機種のレンズや単焦点のレンズと比較すると性能や描写は落ちてしまうんだけれども、そこまで性能や描写が必要な場面や現場にいるならば、それに合ったいい性能のレンズを使えばいいというだけです。日常的に頻繁に使ったり、特に出歩いて撮影をするスナップの撮影では、大型のレンズや高価なレンズっていうのはレンズにダメージを与えてしまうリスクが大きくなってしまうんだけれども、このレンズであれば比較的そのような心配をすることがなく使うことができます。持ち運びしやすいサイズと重量で取り回しもいいし、インナーズームのおかげである程度タフに使っても安心できます。プロの現場でもロケハンや試し撮りにはもってこいだと思うし、もちろんこのレンズを使って本格的な撮影をすることもできます。望遠レンズを初めて持つ初心者の人に、そして望遠レンズの使用頻度を多くしたい人には、この 70-200mm-F4 のレンズをお勧めします。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイ。なんで撮りたい日に限ってね、雨降るんだよね。寒い、びしょびしょだしね。